こまで心臓は弱い電流が流れて超ド級の仕事してるってこと。それから心筋細胞のシンクロがその鍵で、心房と心室の間が絶縁されていることや、イダテンみたいなプルキン A 細胞なんて組織があることやらのおかげで電気が特定ルートしか流れない。そのおかげで100億個もの心筋細胞がシンクロできるんですよっていうこと。それから眠ってる間も働き続ける自動脳のこと。それから自動脳にも巧みすぎる設定がされてて、指令が入り乱れないようになってる。だけど前回はこの設定が平熱限定だから雪山で寝たらあかんっていう話をしました。覚えてます？覚えてますよ。雪山っていうか雪女のおじさん木こりの話でしたけど。そうそう。それでね、これ以外にもう一つもうやらせみたいなことがあるよっていうところで終わりましたよね。今回はその話をしたいんです。電気が心臓の中をごく短時間で流れるっていう話しましたよね。はい、心房が 0.03 か 0.04 秒、心室が 0.03 足す 0.03 で 0.06 秒っていうあれですよね。そうそう。でね、そうするとね、司令塔のこの頭房結節が出した電気シグナルがズドーンと流れると、もう単純に足し算するとたったの 0.1 秒で心臓中に指令が行き渡るってことになるんです。これってすごいと思う？ 0.1 秒ですよね。もちろん思いますよ。ところがね、これすごくまずいのよ。なんでかわかる？なんでですか？早いから心臓の筋肉が一斉に収縮してすごい仕事ができるんでしたよね。早いことはいいことだと思ったのに違うんですか？違わない。早いことはいいことです。基本的にはね。だけど電気が心臓の中をズドーンってノンストップで流れちゃうのは実は都合が悪いんだわ。何回か前にお話したんですけど、 0.03 秒とかもうマジで一瞬、ぶっちゃけ同時って言っていいぐらいですよね。でだからね、その電気がもしズドーンって流れちゃうと心房と心室がほぼ同時に収縮するんです。でここでちょっと復習っていうかお勉強タイムね。で心房が収縮して血液を心室に送る。でその心室が収縮して血液を心臓から送り出す。でこの心臓のメインは心室で心房の何倍もパワフルです。ここまで OK？ OK です。でそれでね、もし電気がズドーンって流れて心房と心室がほぼ同時に収縮しちゃうと、せっかく心房が収縮しているのにその先の何倍もパワフルな心室の方がほぼ同時に収縮するので、せっかくの心房の働きが打ち消されちゃうんですよ。なるほど。血液を心室に送れなくなっちゃうんですね。そうなんです。でこれじゃ頑張ってたのに私たちって何だったのなんて心臓の鳴きが聞こえてきそうですけれど、実は私たちの心臓そうなってないんです。でまるでバレーボールの一人時間差みたいなことが起きて電気がズドーンと流れないようになってるんですよね。で実は電気の中継地点の房室結節とその心房と心室の境目のところだけなぜかスピードが妙に遅くて、もう担当距離も短いのに他のところ全部足したのと同じだけ 0.1 秒かかっちゃうんです。でそのおかげでね、心室は心房よりも少し遅れて収縮することになって、心房の仕事を打ち消すどころかフル活用、全部それを受けて、それでその血液を送り出す。この遅れのおかげで心臓の仕事の効率が2割ぐらい上がるって言われてます。へえ、2割ですか？それは大きいな。だよね。給料が2割上がったらもうプチ贅沢できますよ。でだけどこれすっごい不自然なの分かる？全ての場所がびっくりするほど早いのよ。なのにここだけ遅くって関東距離だってすごい短いの。だけど他の場所全部足したのと同じだけ時間かかっちゃう。ここが遅いおかげで仕事効率が2割もアップするなんて、おいちょっと待てよってなるのが普通で、もうやらせの匂いプンプンでしょ。もう超面白くない？はい、本当に面白かったです。注文通りのご回答ありがとう。で褒められついでにもう一つ面白い話するとさ、バレーボールの一人時間差みたいって言ったけれど、実はある意味もっと似てるスポーツがあるのよ。でオリンピックとか世界陸上とかって、あるいは水泳とかって見ることある？見ますよ。特に最近日本の短距離走とか強いじゃないですか。昔は 400m リレーなんてもう日本絶対決勝に出れなかったもんね。でだけどいつだったかのオリンピックの男子 400m のリレーでウサイン・ボルトのジャマイカが金で日本が銀メダル取ったんだけど、アメリカだかイギリスだかに追い上げられてもう手に汗握るすっごい熱戦だったことがありました。でありましたけど、
あんないい勝負になるのは、これナショナルチームの選手同士の争いだからですよね。あの人たちの隣を自分が走ったらどうなるか考えたことある？ありませんけど、そんなの勝負になりませんよね。もちろん勝負どころじゃないと思うんです。で、多分同じ生き物と思えないぐらいの勢いでもうブワーッと、みるみる離されていくと思うんですけども、あれがいい勝負になるのはああいうスーパースターみたいな選手同士だからですね。だけどそれで連想するのが電気を伝える心臓の組織で、どこもびっくりするぐらい速いわけですよ。ところがなぜか4人リレーの第2走者にもし僕が選ばれてたらどうなると思う？もう確実に私のせいでチームはほぼボロ負けで、下手すりゃ物が飛んでくるよね。で、こいつ選んだの一体誰なんだってもう大ブーイング、大問題になるはずだけど、これが心臓の中で房室結節のところだけ遅くて、残りの全員足したのと同じぐらい時間かかってる状態なんです。しかもこんなの陸上競技に限らず普通はもう大ブーイング、大問題のはずが、私が走るのが遅いおかげで全体の効率が 20% アップ。これ大喝采なわけですよ。いやー、びっくりしました。話ができすぎなのはよくわかります。そもそもこんな器用な話、何らかの介入があったと思う方が普通で、自然現象なんてもう無理ゲーですよね。で、しかも大方の予想を裏切って、もう大ブーイングのはずが大喝采、正反対の結果でしょう。で、このものすごいコントラストを見て、一箇所だけ妙に遅いの偶然とか、もう言う方がどうかしてると私は思うんです。で、バックに計画があったはず。それからその計画をしてくれたのは誰なのかっていう議論になるのが当たり前だと思いますよね。ぜひ理解していただきたいんですけど、このすごいメカニズム、実は私たちにも、もうご覧の皆さんにもみんな実現してることなんです。ちょっとこのままズドーンじゃ具合悪いからもったいないよねとか、あるいは辛坊さんが文句言ってるからってじゃあちょっとバレーボールみたいに一人時間差作ってため作ってみようかとか、呪い走者一人入れてみようかなんて、中継地点が組織学的に変化して遅くなったとか進化したなんて思いますか？そんなもう完全になんちゃっての世界ですよね。で、そう変化するために実は完全な遺伝子のプログラムの書き換えが必要になるはずなんです。何かをちょっと足すとかちょっと引くとか、そういうようなことじゃない。もう完全に別の特性を持った組織に変更しなきゃいけないんです。だけどそれが元を正せば他の心臓の組織と同じ細胞から分かれて、それで房室結節になってるんだから、この部分そういう特性の組織になるってことを最初からプログラムされてたっていう風に考えるのが普通だっていうこと分かりますかね？これって神様なんじゃないですか？なんだかワクワクするでしょ。で、もちろんワクワクするんだけど同時にゾクゾクしますよね。こんなに細やかに配慮してくださるってなんていう愛なんだろうって圧倒されるような思いが私するんです。で、ご覧くださっている方には想像もしなかったほどご自分の出来の良さっていうか素晴らしさを知って、まずは喜んでいただきたいんです。私たちそのおかげでとんでもなくメリットを受けてるんだから、やらせとか仕組まれたなんて印象が悪い言葉使わないで、計画されたとかデザインされたっていう表現する方が適切だよっていうふうに思いますよね。今日はこのワクワク続々で一旦締めて、次回このテーマの最終回にしたいと思います。お楽しみに。この動画でお話ししたことはどこかの知らない誰かに起こっていることではなくて、見てくださった皆さんご自身に起こっていることなんです。そのことに気づいて、ぜひ驚きながら喜んでいただきたいと思います。